膝を曲げた状態で左右に股関節を倒します。なんでストレッチトレーナーなのに体が硬いのというツッコミをいただくのですが、ラーメン屋時代は前屈が床からマイナス30センチでした。今は前屈して床に指がつきます。かなりマシになりました。次は足裏を合わせた状態で左右にゆらゆら揺れます。余裕があれば少し前に倒れても良いと思います。内もものストレッチを行っています。限界まで開かずに内ももが少し伸びるぐらい開脚しましょう。その状態で股関節を内外にパタパタ動かします。僕の表情を見てもらうと分かりますが、硬い人にとってはかなりきついです。ガニ股の人は内側にしっかり倒す、内股の人は外側にしっかり倒しましょう。少し余裕が出てきたら、次は開脚したまま股関節をパタパタ動かします。もう少し広めに開脚して股関節を動かしましょう。次はお尻のストレッチをやっていきます。あぐらをかいた状態になって片足を反対側に持っていきましょう。その状態で足をお腹にぐーっと抱え込みましょう。猫背にならないようになるべく胸を張って足はなるべくお腹につけるイメージです。検証動画をやりだして今日で4日目なんですが、なぜ検証をやりだしたかというと、僕が視聴者側だったら効果が出るかわからないものを実践しようと思わないんですね。なのでまず効果が出ることを実証しようと思います。反対側も同じように行いましょう。足を反対側へぐーっと持っていきます。手で足をお腹に向かって抱えます。なるべく胸を張りましょう。猫背にならないように気をつけましょう。股関節は英語で言うとヒップジョイントと言います。直訳するとお尻の関節です。お尻は股関節を覆っている筋肉なので開脚にはすごい重要です。体の中で最大の筋肉でもあるので、柔らかくなると代謝がアップし痩せやすくなります。次は片方の足を伸ばして裏ももを伸ばします。掴める人はつま先を掴んで手前にぐーっと引きましょう。もし掴めない人は足首のあたりで十分です。裏ももが伸びている感覚があれば OK です。僕は硬いのでかなりきついです。硬すぎて膝を伸ばせないという人は膝曲げたままでも大丈夫です。この時は前ももとお腹をなるべく近づけましょう。反対側も同様に行います。膝をしっかり伸ばしてそのまま体を倒します。つま先をつかめる人はしっかりつかみましょう。僕はつま先をつかむとかなりきついです。呼吸を止めないように深呼吸しましょう。頭は下げた方が効果的です。裏ももが伸びている感覚があれば OK です。膝伸びない人は膝を曲げたままお腹を前ももにつけましょう。次は座ったまま前屈を行います。膝を曲げてもいいのでつま先をつかみましょう。背中、裏もも、ふくらはぎが伸びていれば OK です。余裕がある人は膝をしっかり伸ばしましょう。頭は下に下げましょう。もしどうしてもつま先つかめない人は足首でも大丈夫です。少し角度を変えます。ガニ股の人は
動画のように外に開いてしまいます。まっすぐを意識して行いましょう。次は外もものストレッチを行っていきます。片方の膝を内側にぐーっと倒します。その状態で反対の足を上に乗せましょう。外ももが伸びます。もし膝が痛い人は無理ない範囲で大丈夫です。手をつく位置はご自身が楽な位置で大丈夫です。もし余裕がある人はもう少し膝を曲げてみましょう。より外もも前ももが伸びると思います。まだ余裕がある、もしくはあまり伸び感がない人はそのまま寝っ転がりましょう。腰が反らないように少し腹筋に力入れましょう。次は反対の外ももも行います。膝を曲げて股関節を内側に倒します。反対の足を上に乗せます。肩に力が入って肩が上がってしまうと肩凝ってしまうので、手をつく位置は楽な位置探しましょう。膝を曲げてもまだ余裕があるという人はそのまま寝っ転がりましょう。腰が反らないように少しだけ腹筋に力を入れた方が効果的です。次は内もものストレッチを行います。裏ももと同じような体勢になるんですが、足は片方だけ伸ばして体は真正面向けましょう。足の方を向いてしまうと裏ももが伸びます。つま先をつかめる人はつま先をつかんでも OK です。横に倒れるというより前に倒れるイメージですね。正面から見ると片足だけ開脚して真正面に体を倒すイメージです。股関節を外に向けた方が伸びやすいと思います。反対側も同じように行いましょう。片足だけ開脚して体は前に倒れるイメージです。内ももが伸びていれば OK です。内ももは運動不足だと使うことがないのでどんどん硬くなって脂肪がつきやすいです。しっかり伸ばしましょう。股関節が内に入ってしまうと伸びづらいです。ちょっとつま先は外向けるイメージの方が伸びやすいと思います。次は片足ずつ股関節を回します。後ろに手をついたまま足を内回ししましょう。この時は股関節の付け根から大きく動かすイメージで行いましょう。15秒間内回しした後は残り15秒間外回しします。なるべく足を高く上げた方が効果的なので前ももをお腹につけるイメージで行いましょう。床に手をついているのが辛いという人は寝転がってしまって寝た状態で行っても OK です。反対の足も行っていきます。きつい人は寝っ転がりましょう。まずは内回しからです。股関節付け根からゆっくり大きく行いましょう。開脚は内ももだけ柔らかければ開くと勘違いしがちなんですが、お尻の外側や外もも、裏もも、前ももすべて重要です。内回しと外回し両方行います。毎日実践しようと思うと10分間時間確保するのが大変だと思います。テレビ見ながらでも良いのでまず2週間頑張りましょう。次はお尻のストレッチ、先ほどと違う角度で行います。あぐらをかいた状態から片足を乗せます。骨盤をしっかり立てて股関節を外に開いた状態で前に倒れます。頭も下ろしましょう。お尻が伸びている感覚があれば OK です。もしこの体勢ができないという方は動画のように片足だけ前に出してそのまま倒れましょう。足をどれぐらい前に出したらいいかというのは正解がありません。いろんな角度で試して一番お尻が伸びる角度を見つけましょう。
反対側のお尻も同様に行います。あぐらをかいた状態で片足を乗せます。股関節をしっかり外に開いた状態で前に倒れましょう。猫背にならないように骨盤から倒れるイメージで行いましょう。硬くてできない人は先ほどと同様に少しだけ足を前に出してそのまま倒れましょう。10分間お疲れ様でした。2月限定無料メロンが登録でプレゼント。スマホやかに置いて見ながらやりましょう。開脚しましょう。いけるとこまで開きましょう。ゆっくり開いたら前に倒れていきましょう。理想は120度ぐらい開いておでこが床につくことです。最低でも90度ぐらい開いてほしいです。僕もねまだ90度ぐらいなんで硬い方も大丈夫です。一緒にね頑張りましょう。ちゃんとやれば変化出ます。で、足痩せできない原因として、太ももとか内ももの柔軟性のなさ、それはもちろんあるんですが、実は大切なのはお尻なんですね。で、お尻がなんで大切か、解説しながらやっていきますのでね、一緒に頑張りましょう。ちゃんと1回で変化出ますので楽しみにしててください。OK。そしたら次はですね、1回足閉じて、右足、こんな感じでちょっと前に出しましょう。体を真正面に倒していきます。右の外もも、お尻、伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか？外もも、お尻です。理想はおでこが床につくことですが、最低でもね、こうやって肘が床につくぐらいはいってほしいです。これも1回で変化出るので楽しみにしててください。お尻毎日伸びないよって方は、足を手前に引いたりとか、ちょっと前に出したりとか、体をもっと前に倒したり、ちょっと斜め前に体を倒したりして、お尻が伸びる角度を自分で探してみましょう。よし、OK。足逆にしましょう。左足をちょっと前に出します。この状態で体正面に倒して、左のお尻、外もものあたり伸ばしていきましょう。これも理想はおでこが床につくことです。最低でも肘がね、床につくぐらいはいってほしいです。できない方もね、大丈夫です。単純にね、座りっぱなしとか運動不足でお尻が硬くなってるだけなので、ちゃんとストレッチすればね、柔らかくなるので安心してください。あと、座骨神経痛とかね、腰痛にもすごいおすすめなストレッチ動画になってますので、腰が痛い、座骨神経痛でしんどい方もね、ぜひ習慣にしていただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、一回右足伸ばします。で、この状態作ったら、左手で右のつま先を触りに行きます。触れれば良いんですが、僕は触れません。皆さんどうでしょう？この左の脇腹、脇の下と、右の膝裏、伸びると思います。反動をつけながらでいいので、無理ない範囲で呼吸止めないようにやっていきましょう。あんまり肩、力入りすぎないようにしてくださいね。反動つけて呼吸止めないようにいきましょう。頑張って。よし、OK。足逆にします。左足を伸ばします。で、さっきと同じように、右手で左のつま先触りに行きます。どうでしょう、触れますか？僕も触れないのでね、硬い方も安心してください。やればね、ちゃんと変化出ますので。で、結構ね、これ、左右差ある方、多いと思います。ただ基本的に人間は、利き手とか利き足があるので、左右差があって当たり前です。左右差がすごい極端にある方は、その硬い方だけね、ちょっと、量をね、多めにやってあげる。倍ぐらいやってあげると良いんじゃないかなと思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次前屈します。足を伸ばします。この状態からゆっくり前倒れましょう。反動をつけながらで大丈夫です。理想はこの手首がつま先に当たるぐらいまで前に倒れればいいんですが、最低でも指先がつま先触れるぐらいまでいけるといいと思います。皆さんどうでしょうか？呼吸止めないようにしましょう。腰痛とかね、反り腰、座骨神経痛持ちの方は結構この前屈も苦手だったりするんですが、反動をつけながらね、無理ない範囲でいいので、一緒に頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、
右足を伸ばします。で、右の内ももを両手でマッサージしていきましょう。痛気持ちいいぐらいで揉んでいきましょう。このもう膝の横ぐらいまで揉んじゃっていいと思いますが、自分がね、一番気になるところ、付け根の脂肪としたい人は付け根入念に、内もも全体の人は全体をまんべんなくね、揉んでいきましょう。痛気持ちいいぐらいでいいです。で、女性の方はね、特にこう血管が細かったりして、あざになりやすかったりするので、痛気持ちいいぐらい。強くやればね、痩せるってわけじゃないので、ゆるーくやっていきましょう。で、あんまり肩だけ、こう力入んないように意識して、呼吸はね、止めないようにしましょう。OK、逆足いきます。左足伸ばします。で、両手で左の内もも、マッサージしていきましょう。痛気持ちいいぐらいでやっていきます。基本的にね、なんか触っちゃいけないところとかはないです。自分がね、気になるところを重点的に揉んであげればいいと思います。で、こうやって掴むのが痛いよって方は、例えば手のひらでこうやってさすってあげてもいいです。自分がね、やりやすいようにやっていきましょう。最初にお尻の柔軟性チェック入れたんですが、皆さんどうでしょう？できましたかね？結構ね、あれ難易度高いと思います。ちゃんとね、変化出るので、ぜひ最後まで頑張ってください。楽しみにしててください、変化を。OK。そしたらもう一回右足を伸ばします。で、なるべくですね、股関節開きます。なるべく股関節開いた状態で、体真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。もう倒れれる人はね、おでこを床につけるぐらいまで倒れちゃっていいんですが、硬い人は、つま先がね、こうやって前に倒れちゃうんじゃないかなと思います。問題はないんですが、なるべく真上向けた方が、内ももより伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。どうしてもね、こう肩、上がりがちの方多いので、肩は力抜いて、呼吸は止めない。よし、OK。足逆にします。左足を伸ばして、開脚、なるべく股関節開いた状態で、体真正面に倒していきます。左の内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先が前に倒れちゃう方は、なるべくね、真上向けましょう。で、この内ももが硬い人、僕がね、トレーナー歴9年一応あるんですけど、その中で見てて感じるのは、あれですね、内もも使わなすぎ。筋肉って使いすぎか使わなすぎで硬くなるんですけど、ほとんどの方がね、内もも使わなすぎです。運動不足ってのもあるし、運動してても足を閉じるって動きはあんまりしないので、やっぱりね、内ももはこうやって伸ばすことも大切ですけど、使うってこともね、すごい大切です。OK。そしたらですね、一回こんな感じ、あぐらみたいな状態にして、右足を左、こっちに持っていきます。で、この両手でこの右足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。なるべくピンと姿勢正すと、よりね、右のお尻伸びてきます。きつくてできないよって方は、この足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。頑張れる人は、なるべくこの足をお腹にぐーっとつけて、ピンと姿勢正すと、よりね、右のお尻伸びてきます。肩はこうやって力入んないように、意識して呼吸しましょう。OK。逆足いきます。左足を右、こっちに持ってきます。で、この足をしっかりお腹にギュッとつけます。なるべく姿勢正す。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。きつくてできない方は、左足この辺でもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。で、お尻が硬くなっちゃう原因もほとんどの方使わなすぎですね。座りっぱなしとか、もしくは立ちっぱなしでも、立ってるだけだとお尻って使わないので、こう、例えば階段登るとか走ったりすればお尻使うんですけど、立ちっぱなしだけだとね、お尻使わないんで、ほとんどの方が使わなすぎでお尻硬くなってるので、しっかり伸ばしていきましょう。OK。そしたら、こんな感じ、体育座りみたいな体勢できますか？で、両手軽くグーにして、裏もも叩きましょう。裏もものマッサージです。この体勢きつかったらね、もうちょっと膝曲げて、こんな感じでもいいです。痛気持ちいいぐらいで裏もも叩きましょう。軽くグー作ってます。この時もね、肩があんまりこう力入らないように意識してください。呼吸は止めないで。
どうでしょう、皆さんついてきてますか？もしきつかったらね、途中サボりやったりとか、再生速度調整できますので、再生速度早めたり遅めたりしながらやってみてください。OK です。そしたら次はですね、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏もも伸びてれば OK です。右手で右のつま先掴めると良いですが、掴めない方はね、こんな感じで手を膝に添えておいて、右の膝の裏もも伸びてれば、それでも十分 OK です。呼吸は止めないようにしましょう。どうでしょう、伸びてますか、裏もも。頑張れる方はね、ちょっとずつ反動をつけながらでいいので、前に進んでいけると良いと思います。OK、逆いきます。次、左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。ふくらはぎ硬い人はね、ふくらはぎ伸びる感じもすると思います。掴める人は手でつま先掴む。掴めない人はね、こうやって膝に添えて膝が曲がらないようにしましょう。結構ね、質問で、ストレッチ毎日やらなきゃいけないですかって言われるんですけど、もう理想はね、朝昼晩3回、毎日やるっていうのが理想なんですけど、無理ですよね。僕もね、ズボラなんでそんなできないです。なんで、最低限は、週に1回だけでもね、ズボラストレッチの動画1個でもやってれば、それで十分だと思います。それでも十分習慣化になりますので、ぜひね、ゆるーく習慣化して、ズボラにやっていきましょう。OK。そしたら次、もう一回右足伸ばします。で、なるべく開く。股関節開いた状態で体真正面に倒します。で、この状態でつま先を前に倒す、真上向ける、前に倒す、真上向ける。もう股関節、付け根から動かすイメージです。倒す、真上向ける。呼吸は止めないようにしましょう。内もも伸びてる感覚あれば OK です。余裕ある人はどんどん体ね、前に倒していきましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。しっかり真上向ける。OK、逆足いきます。左足伸ばして、なるべく股関節開いた状態で、体は正面に倒していきます。つま先前に倒す、真上向ける。つま先前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。で、内ももこれ内転筋って言うんですけど、何種類かあってですね、薄い筋肉って書いて白筋っていう筋肉があるんですけど、それだけね、膝またいでるので、その筋肉が硬い人、この膝付近がね、ピリピリってする可能性があります。なんでこの膝付近がピリピリ痛いよって人は、その痛いところをね、手でさすってあげたり、マッサージしたりすると、だいぶそのピリピリ消えると思いますので、試してみてください。よし、OK。そしたら、あぐらでも正座でも長座でも大丈夫です。楽に座ったら、右肘を床について、左手万歳します。誰かにこの左手を引っ張れてるイメージで、向こうにぐーっと左手を伸ばすと、左の脇の下、脇腹ぐらいまで伸びてくると思います。で、この時に反対のこっちのお尻、浮いちゃダメなのっていう質問いただくんですが、浮いても OK です。目的は左の脇腹、脇の下、脇腹を伸ばすことです。多少お尻が浮いても OK。あぐらできない人は正座でやってもいいし、長座でやってもいいです。よし、OK。逆いきます。左手、左肘床について、右手万歳します。この指先を誰かに引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと伸ばすとね、脇腹、脇の下伸びてくると思います。で、真横に倒したりとか、ちょっと斜め前に倒したりして、自分が、この角度伸びるなーって位置を探してみましょう。どの角度が正解とかいうのはなくて、一番伸びる角度がね、硬い角度なので、そこを重点的にやってあげると良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。きつかったらね、各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして、自分でやりやすいようにね、調整しながらやりましょう。OK。そしたら、一度こんな感じで体育座りしましょう。体育座りの状態で、左足を右足にこんな感じで乗せます。で、なるべく胸に左足を近づける。こんな体勢作ります。左のお尻ストレッチします。手は床について OK です。なるべくピンとしてからしましょう。きつくてできないよーって人は、一回足伸ばして、この状態で左足を右足に乗せて、これぐらいでも全然 OK です。お尻、この辺伸びてれば OK です。頑張れる人はなるべく
左足をお腹に近づけて、ピンと姿勢を正す。呼吸止めないようにしましょう。OK です。逆足いきましょう。右足を左足に乗せます。で、なるべく右足を胸に近づけます。なるべくピンと姿勢正すと右のお尻伸びてくると思います。どうでしょう、伸びる感覚ありますか？呼吸止めないようにしましょう。きつい人は一回足伸ばして、この状態で右足乗せて、これぐらい、これでもね、十分です。右のお尻伸びてればそれで正解です。どうしてもね、周りの人と比べたりしちゃう方が多いんですけど、別にね、自分のためにやってることなんで、誰かがどうだからっていうのは関係ないです。少しずつでもね、柔らかくなるのを実感していただければと思います。よし、OK。そしたらですね、もう一回前屈やってみましょう。足伸ばして前に倒れます。さっき僕は指先がつま先つくのギリギリだったんですが、だいぶ余裕ができました。皆さんはどうでしょう？変化実感できてますか？呼吸は止めないようにして、どんどんね、反動つけながらでいいので、前に倒れましょう。多少膝曲がってもいいです。呼吸止めないで。ちょっとでもね、ビフォーアフターの変化が実感できると、すごく嬉しいです。頑張って頑張って。呼吸は止めないで。よし、OK。そしたら次、お尻の柔軟性チェックです。こんな感じで、右足ちょっと前に出して、体真正面に倒します。おでこが床につくのが理想です。僕はつかなかったのが、ギリギリつくようになりました。皆さんどうでしょう？変化出てますか？最低でも肘が床につくぐらいまでいければいいと思います。いまいち伸びない方はね、右足もうちょい前に出したり、手前に引いたりとか、体をもっと前倒したりとか、左斜め前に倒したりとか、いろんな方向で試してみてください。右のお尻、外もものストレッチと柔軟性チェックを兼ねてます。おでこがね、床につくようになった方はぜひコメントでね、変化出たよって教えてもらえるとすごく助かります。OK。逆行きましょう。左足、前に出して、このまま体真正面に倒していきます。左の、お尻、外もも伸びてれば OK です。おでこが床につくのが理想ですが、僕はちょっと左右下がって左側つきません。先ほどもお伝えした通り、つかない方はね、ちょっと長めにやってあげるといいと思います。一回動画止めて長めにやってもいいし、ちょっとね、硬いところだけ動画の再生速度遅くして長めにやってもいいです。ただね、最初に比べてこのお尻柔らかくなって前に倒れやすくなった感じするんじゃないでしょうか。よし、OK。そしたら右足を伸ばします。で、左手で右のつま先、触れるかどうかやってみましょう。僕ギリギリ触れました。もともとつかなかったのがつくようになりました。皆さんどうでしょうか？あんまり無理しないでくださいね。反動つけながらでいいので。呼吸を止めないようにしましょう。この裏もも、膝の裏伸びれば OK です。もしくはね、すごい硬い方は1回で変化出ないかもしれません。ただね、2回3回と習慣化して、続けていくと絶対変化出るのでね、一緒に頑張っていきましょう。OK。逆いきます。左足を伸ばして、右手で左のつま先触りに行きます。どうでしょう？触れますか？呼吸は止めないようにしましょう。僕やっぱり左右触ってこっちだけつかないですね。例えば硬い方向を覚えておけば、普段ね、ふとした時にテレビ見ながらチラッとやってあげたりしてもすごいいいと思います。で、この左右差、さっきも伝えたようにすごい気にしちゃう方いるんですけど、人間なのでね、左右差って当たり前です。そんなに気にしなくていいと思います。よし、OK。そしたら最後、もう一回開脚しておしまいにしましょう。開けるとこまで開いて、ゆっくり体正面に倒しましょう。理想は120度開いて、おでこが床につくこと。最低でも90度ぐらい開いて、肘が床につくぐらいまで行きたいですけど、僕もちょっとできないです。ただだいぶね、前に倒れやすくなりました。で、ズボラストレッチはこんな感じで1回でね、基本的に変化出るようになってますので、
太もももお腹も気になる方はね、メジャーでビフォーアフター計測してあげたりすると、1回で変化分かったりするので、メジャー持ってる方はね、ぜひ次からメジャー使ってビフォーアフター計測してみてください。で、これで全然物足りないよって方もいると思うので、概要欄に追加のストレッチ貼っておきますので、ぜひこのも続けてやってみてください。あとは LINE アット、インスタ、Twitter、ボイシーやってますので、それも全部概要欄貼っておきます。ぜひフォローお願いします。OK です。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃないです。